いの別にちょっとあえいじゃうぐらいが可愛いんですから。なんだろう、見れないよって言ってくれるのも可愛くて好きですよ。はい、こんにちは、瀬戸環奈です。本日は、男子のお悩み相談第2弾ということでやっていきたいと思います。イエーイ。てなわけで、早速やっていこうと思います。まず、1個目。16歳です。模試の点数が上がらず、やる気が下がってきました。何か一言声をかけてください。模試の点数を気にしてることがすごいことだと思います。頑張れはい次。同棲している時にいつすればいいか、どちらもテレワークで家でほぼずっと一緒。なるほど、家でほぼずっと一緒。2人ともがテレワークで在宅だと確かにリスキーですよね。まあ提案するとすれば、お風呂トイレ、パートナーが買い物に行ってる時とか帰ってくるリスクがあるから嫌なのかな。もはや知ってもらうはダメなんですかね。その気分じゃないって言われたら、パートナーが良ければ別に抜いてもらうもありだと思う。手でもいいし口でもいいし、スキンシップにはなるのでちょっとありなのかなって。逆にそういうのをなかなかしたことがないから苦手意識が強い子が多いけど、そういうことができるようになったら、自分はね、そのお風呂とか入らず、ただその抜くってだけのを楽しめる女の子も結構多いと思います。いじめるのが好きなタイプとかはじらしたりとかもできるし、逆に楽しみ方があるのではって思ったりするので、意外と言っちゃってもいいかも。本当に自分でしたいんだったら、トイレかお風呂かお買い物に外に行ってる時にするぐらいかな。でも寝てる横でするのは一番良くないのでちょっと嫌じゃないですか。確かに何かの表紙に目が覚めて、そう何してんのってなるから気まずいしね。良くないよ、気をつけてください。高校2年生です。彼女に大きさ聞かれて 12.5 って言ったら小さい別れよって言われました。大きさって大事ですか？深刻ですね。思春期なのに。なんだろうね、その大きさを測る時って若干冷静だし、彼女と一緒にいて盛り上がったらどうなるか分かんないから、その数字に縛られなくていいと思うその大きくなる時もあるじゃないですか。規格外の大きさになる時もあると思うんで、そもそも大きさで付き合う女と付き合うな。これに限る。体だけの彼女と付き合わない。だってその女の子に時間もお金もかける必要ありますかって話なんです。これで別れるぐらいだったら付き合わなくていい。次の出会うチャンスをくれてるわけだから、清く別れるべきだと思います。私気にしすぎない。全ては大きさじゃない。前技とかそういう技術を身につけた方が売りになるし、売りっていうか武器になるんで、ムード作りとか女の子を思いやれる心とか余裕とかね、そっちを磨きましょう。確かにサイズの悩みはめちゃくちゃ来てましたね。はい。やっぱり男はサイズですかとか。サイズだけじゃないの。サイズがあって、じゃあ他がなかったら別にみんなそんな言わないと思うんで。なんかしかもサイズありすぎてもだしね、ないものねだりなんですよ人間。だからいいの、自信を持って、すぐ行っちゃうとか悩みもあるんですけど、自制心だし、自力を止める、一旦流されない、強い心を持つ。あと筋トレすると生きにくくなるんで。はい、本当にちゃんとムキムキにしてる人は生きにくいという。確かにはい、悩みもめっちゃ来てましたね。そうなんです、あります。なので筋トレしましょう皆さん。やっぱインナーマッスルがあるとちゃんとブレーキが効くのと、こっちだけが楽しまされないというか、ちゃんと自分も体力ついて動かせるから、ちゃんと女の子を刺激できると、女の子の方に余裕がなくなるから、それの方が長く持つ気がする。女の子が疲れるぐらいの方が、すぐ行っちゃう方は筋トレです。体力つけて走り込みして体育会系で解決しましょう。大きさだけじゃないんだよっていう気遣うところとか余裕とかね、何が何でも女の子の心を無視したなんかアプローチはダメです。絶対ちゃんとムードも守れるように、下手に
みたいなセリフをベラベラ喋らない。ここ大事です。思ったことは言いましょう。セリフは言わなくていいです。言い過ぎると萎えちゃうんで。AV のセックスを目指さないでください。あれはフィクションなので。乱暴にやらない。あれで喜ぶ女の子はほぼいないですよ。それで喜ぶ女の子と付き合えた時にやってください。そうだよね。アロも言ってるんで。彼女との初体験で一番気遣ってほしいことって何ですか？18歳です。彼女が初体験ってことですよね。まず気遣おうという心意気があるんです、ね、素晴らしい。100点満点です。なんだろう。でもちゃんと彼女の要望を聞く。例えばあんま見られたくないんだったら電気もちゃんと消すとか、お布団かけながらやってあげるとか、絶対恥ずかしいと思うのでそこは寄り添ってあげる。あと若干多分怖いと思うんで手は握ってあげといた方がいいと思います。常にそばにいる感を出してあげた方がいい。あとなんだろう、声かけ。大丈夫って言い過ぎても良くないけど、痛くないとか、あとどこが気持ちいいのかちゃんと聞く。ここみたいなのは大事。なぜなら未来のあなたが困るからそれを知らないと未来のあなたが困るので、最初に恥を知りましょう。あとなんか女の子に服を脱がさせない。ちゃんと脱がしてあげるっていうのは大事な気がする。なんか初めての子って多分人前で脱ぐっていうのが何よりも恥ずかしいと思うから、男の子が脱がしてあげた方が優しさとか安心感につながるかなって。何よりも安心感がないと気持ちよくなれないので、女の子ってそこを守ってあげるのが大事だと思うし、あと体調無理させない。痛いならちょっと待ったりとか時間空けたりとかしてあげていいし、終わったら終わったでそれのままでいいのかってわけでもないので、お水あげるとかお布団かけてあげるとか体拭いてあげるとか手貸してお風呂に連れてってあげるとか、そういうちっちゃい行動がこれからのあなたのプラスになると思うので、やってみてもいいかも。しかもそれがね初体験だったらねいいと思います。彼女もなんかいい経験になると思うし、お互いの人生にプラスになると思う。それは気にしてあげたらいいんじゃないかなって思います。あとちゃんとゴムしなさい。それは大事。それですね。43歳、はい、妻と週3でやっています。激しい。増やしてほしいと言われています。すごい元気。飽きずに答えられる方法を教えてください。飽きずにそれにね、これちょっと今までとは逆の方向かもしれないですね。元気だな。なるほど。でもそれって週3で刺激がない、物足りないから増やしてほしいって言われてると思うんです。1回の満足度を上げたら別に週3でもいいってことですよね。という可能性もありますね。っていう可能性も出てくるんだとしたら、やっぱなんか新しい刺激を増やす、今までやったことのないとかはいいのかなって思います。目隠しとかもそうだし、コスチュームもそうだし、あとはもうこの年齢で結婚してる、で子供も巣立ってる状態なのであれば家のどこでやってもいいと思うんで、それも刺激にはなるかなって思ったりする。あとなんだろう、週3もやってるとパターン化してるのかなって思うので、時間帯変えてみるとかもあり、朝とかもありなのかなって。奥さんとの時間をだけにしてるから増やしてほしいって言ってる場合もあるので、その場合は2人の時間をちゃんと取ってあげる。お出かけしたり、お家でもなんか2人で映画見たりとか、2人で何かをする時間を増やしてみてもいいかもしれないなって思います。だってここまで来たらさ、だって外で遊んでないって素晴らしいですよ。そうですよね。そう年齢重ねてお金もそれに伴ってちゃんとあると思うし、奥さんがここまでねお互いに思い合えてるってことはすっごい素晴らしいことなので、そこはなんか思い合えてるんだったらこそできることを、ちょっと信頼関係がある状態じゃないとできないプレイとかもあるとは思うので、奥さんが平気なんだったらなんか奥さんが好きなそういう部類をジャンルとかを痛くしない方法で真似てみてもいいかもしれないし、飽きずにやるんだったらそういうジャンルを増やす。で奥さんも飽きてはないけど刺激がもしかしたら物足りなくなってきてるかもしれない。女の人って年を重ねた方が性欲が上がるっていうのは結構もう言われてることなので、だから思った以上に踏み込んでみてちょっとハードなやつをやったりとか状況をいつもと変えてみるのは
一番おすすめです。まず2人で話し合ってみるのが一番手っ取り早いかなと思います。愛を育んでいってください。アラサーだけど未だに学問や旅行を優先しがちで、恋愛や結婚に味を見出せない、まずいと20代からいただきました。恋愛するパートナーがいるのかなってところ、いないんだったら別にそれはそれでいい。全然いなそうじゃないですか、この感じだと。いないんだったら別にいいんじゃないですかって思っちゃうんですよね。恋愛が全てじゃないので。ただ恋愛をして家庭を築いて子供ができて気づく学びもあるんで、学問が好きならそういうところに焦点を当ててもいいかもしれない。一人じゃ学べないことって結構あるんで、それもありだよねっていう。だし、一人とか友達との旅行と家族の旅行ってこれまた意味合いが違ってくるので、思い出に何か見出せたら別にそこにシフトしやすい。だから学問とか旅行が好きなんだったら、もし運命的な出会いとかが必要としてない時に絶対縁ってあるので、別にまずいからといって無理に出会おうとしなくていい。まずくもないし、自分の人生をここまで充実させれてるのであれば問題はないと思います。ただそれを全て優先して気になってる人がいたり、思いを寄せてくれてる子がいて、その子の相手をないがしろにするっていうのはあんま良くないかな。向き合うんだったらちゃんと向き合った方がいいし、まずくはないけど、恋愛や結婚の先になんか別のものがあったりするので、そこだけじゃないよっていうのだけお伝えしておきますはい、ってな感じですかね。就活中でやりたいことが見つからず将来が不安です。なるほど。もう私も未来が不安になったことはいっぱいあって、一番最初に不安になったのが中学生。なんで学んでるんだろうっていうところで、今学んでることが未来にちゃんと必要なのかっていうところですごい悩んでたのもあったし、高校出てからもいつまで学ばなきゃいけないんだろうっていうのもあって、今となっても大人ってなんだろうって悩みはあります。大人になったからって言って別に何かがあるわけじゃないので、大人も子供だった時期もあるし、言ってしまえば子供の延長線の人もいます。だから未来が不安なのは多分みんなそうなの。子供もそうだし大人もそうだし。だけど不安だからって言って今止まってたらマイナスな方向にしかいかないんですよ。不安だけどとりあえず今やるべきことをやってたら、いつの間にかやりたいことだったりやらなきゃいけないことだったりやってみて成果が出たりとかあると思うので、とりあえず目の前のものと向き合うっていうのが一番手っ取り早いかなって思う。なんでかっていうと、悩んでも頭で考えても物事って進まないし、結果も出てこないし、誰かが進めてくれるわけでも誰かが解決してくれるわけでもないので、就活中って人から結構否定されることが多いと思うんです。いろんな学校からね、いろんな人がこの企業にとか母体数が一気にでかくなるんで、やってきたこと、成し遂げてきたこととか、自分が語ってたもの、自分が誇りに思ってたものが急に小さく見えるんですよ。就活って大人が少なからず絞らないといけないので、厳しいことを言うし、意地悪な質問もしてくるし、そこで自分を見失わない人が生き残るのが就活の面接なので面接やった違うんですけどどんなに揺らされても自分の意思を変えません、自分の意思の説明ができますって人が面接で生き残るっていう、もうそういうものなんですよ、面接って。だから自分を強く持ってる人じゃないとどこまで行っても生き残れないし這い上がれないっていうのがあって、だからなんだろう、やりたいことが見つからない自分を肯定できる強さがあったら将来安泰だと思う。結局その就活中で自分が何をしたらいいかわからないって方多いと思うんですけど、それって何をしたらいいかってよりも何でもできるってことなんです。だからそのポジティブに思考を切り替える能力を身につけるのはすごい就活の時にやっておいた方がいい。
なんでかっていうと、就活がじゃあ成功した時にポジティブに考えられないと結局辞める羽目になるので、どれだけ頑張ってもそこが続かないと意味がないし、時には転職っていう選択を取る勇気も必要だけど、何事もポジティブに考えないといい方向には転がらないので、やりたいことが見つからないんだったら、やりたいことを見つけられる選択肢があるって考えた方がいいかも。今の自分をどれだけ肯定できて、今の自分の分析をどれだけできるかだと思うから、一旦自分を肯定してあげるところから始めたらいいんじゃないかな。将来は将来の自分にしか分かんないので、今心配しても何にもならないですっていうのが一つ。就活中でやりたいことが見つからないのであれば、いろんなところを見るしかないと思います。あと、自分で自分の選択肢を狭めない。自分はできないと思い込まない。何でも可能性はたくさんあるので、とかですかね。だから、今更でもいいと思います。大学行ったのに結局普通の企業に行きましたとかでもいいし、今からじゃあ大学も何もかも終わったのに、一から学び直すみたいなのも全然手だと思うから、何でもやれるが武器だと思って、もうちょっとプラスに物事を考えれたら、どんどん強みになっていくのかなって思います。興味を持つものを深めていく。周りが就活終わるとかで焦る人いると思うんですけど、焦ってまあまあなところに仕事をついたところで長くは続かないので、後悔のない選択をするためにも、自分が向いてるところに就職するとかの考え方をしていった方が、将来的に考えて長く自分のためになるので、今の時間を無駄にしないためにも焦らずに自分と向き合う時間をとってみてください。ってな感じですかね。はい。てなわけで、たくさんの質問ありがとうございました。全然まだまだ答えられてないんですけど、また今後もこういうのをしていくので、みんな悩みはね、話せる人がいるなら話してもいいし、お友達同士でも話してもいいし、一人で抱え込むと思考が狭くなるので、絶対誰かにお話しした方が早く解決すると思います。あと、一人の意見を鵜呑みにしない。その人の人生はその人の人生、自分の人生は自分の人生なので、一意見として参考にすることを覚えましょう。そう。〇〇に言われたからこうするっていう安直な行動は良くないです。これは人間関係もそうだし、社会的にもそう。全てにおいて何かの言いなりになることだけが正解じゃないので、自分で考える、自分と向き合う、人の意見を取り入れるという技術を身につけましょう。ってな感じでお悩み相談してきました。今回はインスタグラムで悩み募集させてもらって、まだまだ答えていきたいものがたくさんあるんですけど、今後は Google フォームでお悩み募集していきましょうか。その方が多分質問してくれる方も具体的にお悩みを書いていただけると思いますので、今後はちょっと Google フォーム用意していきます。そう、こんなに来ると思ってなかったので、今後はみんなのためにもちょっとフォームを作って答えやすく、こちらも管理しやすく、なおかついろんな人の質問に答えるためにやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。今日も見てくれてありがとうございました。またねー。わかるわかる。そうですよ。何のためにあると思ってるの夢を叶えるためにあるのよ。おいいね。お給料あげますよ。